日本のコリアンタウン行くならどっち？最先端トレンドの聖地東京新大久保か、食と人情のディープエリア大阪鶴橋か。アニャセヨ、青空です。今回は皆さんが一度が迷うこのテーマ、東と西のコリアタウン、一体何が違ってどっちが楽しいの？徹底比較していきます。どっちも同じ韓国界でしょと思っていませんか？実はこの2つ、街の成り立ちも流行ってるグルメも雰囲気も全く違うんです。東京新大久保はまさに進化の街。次々と入れ替わる最新カフェに圧倒的なコスメの品揃え、まるでソウルのミョンドンや広大にいるようなキラキラ感が魅力。対する大阪鶴橋は歴史と人情の迷宮。駅に降りた瞬間からの焼肉酒、激安の靴下、そしてオモニとのマシンガントーク、圧倒的なディープさが武器です。この動画では雰囲気、グルメ、価格、そして客層の違いまで忖度なしでガチンコ比較しました。これを見れば今のあなたの気分に合うのがどっちかすぐにわかります。値段こんなに違うの？同じチヂミでもスタイルが全然違う。そんな驚きの発見も満載です。韓国好きの皆さん、ぜひ高評価ボタンを押して最後まで楽しんでいってくださいね。あなたはどっちになりそうか予想しながら見てください。それでは東西コリアンタウン対決第1ラウンド、街の雰囲気からカジャ以降。まずは第1ラウンド、街の雰囲気と街並み対決。地理的にはどちらも都心に近いんですが、空気感は真逆です。まず東京新大久保、改札を出た瞬間、人。土日は原宿の竹本通りレベルで混雑します。歩くのも一苦労。メインの大久保通りから通称イケメン通りへ。街全体に K-POP が鳴り響いていて、まさにリトルソウル。右も左もハングル文字だらけです。客層はとにかく若い。そして街の変化が早い。先月タピオカ屋だった場所が今月はチュロス屋になってるなんて日常茶飯事。常に今の韓国を感じられる巨大テーマパークですね。つまり新大久保は完成された観光地であり、トレンドの最前線を浴びる場所。キラキラしたいなら間違いなくこっちです。一方、大阪鶴橋、電車を降りた瞬間、衝撃が走ります匂いです。ホームに漂う焼肉の香り、匂いでご飯が食べられそう。駅前は戦後の闇市の雰囲気を残す迷路。キムチ屋さんの隣にブティック、その隣に乾物屋。カオスですが、このディープな雰囲気がたまらない。でも鶴橋は駅前だけじゃないんです。駅から15分ほど歩くと本丸生野コリアタウンみゆき通り商店街に到着します。ここは道幅も広くて開放的。食べ歩きのお店がずらりと並んで活気がすごい。新大久保より生活感があって、韓国のシージャン
に来た感覚です。鶴橋は駅前のディープと商店街のにぎわいの2段階構造。観光地でありながら地元の人の台所でもある。この人情味こそが最大の魅力なんです。まとめると、最新の韓国を感じたいなら新大久保、韓国の市場の雰囲気を味わいたいなら鶴橋。街のカラーは完全に別物ですね。さて、雰囲気が分かったところで一番気になるのは食ですよね。味、ハエ、そしてお値段。第2ラウンドグルメ対決、行ってみましょう。続いてはみんな大好きグルメ対決。ここが一番東西の色の違いが出ます。パエを取るかアンウマを取るか、究極の選択です。まずは新大久保。ここは食べるトレンド雑誌、10円パンやタンフルなど韓国の流行がほぼリアルタイムで上陸します。とにかく見た目が可愛い。特にカフェの進化がすごい。内装がおしゃれすぎてもはや撮影スタジオ状態。推しのアクリルスタンドを並べて撮影するのが新大久保スタイルです。ランチも定番のサムギョプサルだけでなく、チュクミやエビロールなど新しいメニューが豊富。少しお値段は張りますが、クオリティとエンタメ性は抜群です。新大久保のグルメは味はもちろんですが、体験とシェアがメイン。 SNS に載せたくなるグルメなら多頭津でこっちですね。対する鶴橋、おしゃれいいえ、ここは煙が主役です。駅周辺の焼肉や街はランチ焼肉の激戦区。鶴橋の魅力は何といっても安さと鮮度。新鮮なホルモンランチが1000円台で食べられます。タレの匂いだけで白飯がいけるガチなうまさ。商店街にいれば、そこは巨大な屋台村。チヂミ、キンパ、ホトク、おしゃれなカフェというより、店先で買ってその場で食べるシジャンスタイル。そして新大久保と決定的に違うのがキムチ専門店の数。お兄ちゃん食べてきてとあちこちで試食させてくれます。山芋、トマト、セロリ、自分好きな味を見つけるのが本当に楽しい。価格帯のイメージですが、新大久保は場所代、おしゃれ代込みの東京価格。鶴橋は素材そのものの大阪価格。お腹いっぱい食べるなら鶴橋の方がお財布に優しいかも。友達とワイワイ写真を撮りながら新大久保がっつり食べて有名詞の数まで買って帰るなら鶴橋。グルメの目的が全然違いますよね。さて、ランチ、食べ歩き、スイーツ、ディナーの4つのジャングルで小コンテストをしましょう。先行、新大久保ランチの王道、リーカンオードール。24時間営業なのに常に行列。石焼きビビンバの十字音だけで白飯いける。受けたて鶴橋は焼肉空。昼から
ホルモンとビールが決まるて。このタレの味、一度食べたら大阪から帰れまへん。食べ歩き対決。新大久保はやっぱり10円パン。味より何よりこのチーズの伸び。動画映えのために生まれてきた最強スナック。鶴橋はホットク、天とキムチ。主にがその場で焼くホットクは安くて熱々。食べ歩きというよりやはり食い倒れ終了。スイーツ対決。新大久保の代表はアベベベーカリー。チェンジュ道から来たクリームドーナツ。見てこのボリューム。カロリーの暴力こそ正義。対する鶴橋は完璧。韓国のシジャン定番おやつ。もちもち食感とレトロな見た目がエモい。夜のメイン。新大久保ならここに行け。ソーケの乾燥カムチャッタン。豚の背骨を煮込んだスープは深すぎる。大阪鶴橋の夜はチリトリ鍋。ホルモンと野菜をタレで煮込む。大阪コリアタウン発祥のスタミナ食。ビールが止まらん。骨までしゃぶるカムチャタンか、がっつり煮込むチリ鶏鍋か。すみません、これは引き分けでいいですか？正直どっちも最高なんですが、個人的にはデートなら新大久保、食い倒れ旅行なら鶴橋かな。皆さんはどっちのグルメが気になりましたか？映えの新大久保、味の鶴橋。ここでもはっきり個性が分かれました。お腹が満たされたら次はショッピング。コスメに靴に靴下が。第3ラウンドショッピング対決 GO! Round 3 fight! VS 第3ラウンドはショッピングと推し活。お腹がいっぱいになったら次は物欲を満たしましょう。ここでも東京と大阪で全く違う買い物形が見えてきます。まずは新大久保のコスメ事情。ここは間違いなく日本最大級。韓国で発売されたばかりの新作が翌週には並んでいるスピード感が折れます。スキンケアからメイクアップまで専門店が剣を詰めます。店員さんの知識も豊富で自分に合うものをじっくり相談して買えるのが魅力ですね。一方、鶴橋はガラッと変わって生活密着型。コスメの隣になぜか布団かパジャマが売れています。このごちゃ混ぜ感が鶴橋ショッピングの5代目。そして鶴橋といえば伝説の激安靴下。1足100円台で当たり前。キャラクターものからブランド風までばらまきお土産に最強なんです。続いて K-POP 推し活事情。新大久保はグッズショップの数が圧倒的。最新グループから
ベテランまで探してないグッズはないというレベル。特にセイルカフェなどのイベント文化は新大久保のリード。推しの誕生日は外注で広北やお祝いムードが見られて、歩くだけでテンションが上がります。対する鶴橋は宝探しスタイル。店舗数は少ないですが、意外なリアグッズや懐かしいの韓流スターのグッズが新品で眠っていたりします。何より店員さんがめちゃくちゃ詳しい。あんた、ペンね。これ新作やで。と情報の押し売り。いえ、熱いトークが楽しめます。買い物の結果をイメージするとこんな感じ。トレンドを1点買いする新大久保。安くて良いものを大量買いする鶴橋。最新コスメや推し活イベントを楽しむなら新大久保。お得に日用品や雑貨を爆買いするなら鶴橋。目的によって使い分けるのが正解ですね。雰囲気、グルメ、買い物、それぞれの良さが見えてきました。最後はアクセス情報と結局どっちに行けばいいのという総まとめです。いよいよ最終ラウンド、アクセスと総評です。まず新大久保。アクセスは神レベル。巨大ターミナル。新宿から山手線でただの一駅。徒歩でも行けます。ただし確保してください。土日の混雑は満員電車並みです。駅から出るだけで一苦労。ベビーカーや大きな荷物を持って移動は正直かなり厳しいです。対する鶴橋も負けていません。JR、近鉄、地下鉄の3線路が乗り入れる交通の要所。難波や天王寺からもすぐで大阪観光のついでに寄りやすい。注意点はメインの池のクリアタウンまで歩くこと。駅から約15分。ただ、途中も商店街なので、食べ歩きしながら行けばあっという間です。それでは結論。結局、今のあなたはどっちに行くべきか、このチェックリストで決めてください。新大久保おすすめのは、最新の流行を追いたい人、おしゃれなカフェに行きたい人、そしてデートや女子旅で映えを狙うなら絶対こっち。一方、鶴橋がおすすめなのは、安くて美味しい韓国料理を食べたい人、ディープな空気を楽しみたい人、そして家族連れはこっちが正解。同じクリアタウンでも最先端のテーマパーク東京と人情と食のシジャン大阪、全く違う国のような魅力がありましたね。皆さんはどっちに行きたいなりましたか？また、ここのお店が美味しかったという情報があれば、ぜひコメント欄で教えてください。全部読みます。この動画が役に立ったと思ったら、高評価と
チャンネル登録をポチンとお願いします。次の動画でもお会いしましょう。それでは、アンニョン、バイバイ。